ライバーとかこう立てるとねいいんだけど、これちょっと怖いよね。自分でこう歩いててパタンと行った時に、床とかに傷つけてね、ああ傷ついたって、これ困るよね。なのでドライバーとか常にこれ横に置く癖をつけた方が一番いいですね。もうここ平らなんでこう置きたくなるんですけどね、置きたくなるけどあって時に傷ついてね、よその家とかやったら取り返しがつかないね、困る。で丸の子とかも一緒ですね。こうねカバーついてるんだからこれでもいいや、これも悪くはないけど、ね、もしこれカバーがねずれてたら傷つきます。じゃあどうするかって、こうでも悪くないけど、やっぱりなんとなくこっち刃がね抜けてるので誤作動とかもないだろうけど、あったら怖いしね、蹴った時にここで足怪我したりするので、これも嫌だならどうするか。台を持ってきてね、こうするのがベスト、ね、こうするともう傷がつかないし怪我もしないですね。上手い人はこう、現場とか家作る大工さんはこの丸の子専用の台を多分作っています。こうやって、ね、そういう人は見かけたらこの大工さんうまいんやなって思ってください、ね、あともうねカンナ今見ることあんまり多分ないと思います、ね、カンナもこう置いたら絶対ダメですね。こう置くと、ね、もう刃が直接当たるのでかけます、ね、じゃあ反対に置こうって、反対に置いてもいいんですけど、刃の調整っていうのはここでトントン叩いて出し入れするので、こう置いた時に微妙、これ気持ちなんですけど、ここがこう当たるので刃の出具合が変わります。なのでこれもあんまり良くない。ということはカンナはこう基本横が一番いいですね。これが一番基本ね、基本かな、俺が考える基本やねね。で直す時は常に使った後は刃を緩めてくださいね。で叩くのはここじゃないです。こ4つ、ここはじゃない、ここね。仕事の依頼であった時ね、ドア連れつけに行ったり、家具持って行ったりする時はこういう毛布を持って行ってくださいね。キティちゃんですね。キティちゃんかわいいでこういうとこにこうやって道具をで、これはもうこれでいいですで、つかないですからね。こういうのでもいいです、ね、こうやって置いていくと、この大工さん気使ってくれるなって、ね、うまい下手は別で、いい大工さんだってね。多分この時点でうまい大工さんとかね、うまい人だと思います。そういう判断つくんですね。つきますよ、ね、こういうただね、なんか薄い紙っぺらのを持ってきて敷かれても傷つきます。刃物なんでね。こういうね道具を置いたとしても、こうやったとしても傷がつきにくいし、こう置く人はねこういう養生を持ってきてくれる人が一番いいですね。確かに大事ですね、いい大工さんを見分ける一つのポイントとして、そう、大事かな。もうこんな人はいっぱいいるけどそうなんですねいっぱいいるんやけどね。まずもう丸の子こうやる人はもうまずダメやね俺から言うとね丸の子は絶対刃物だけどな、もう絶対ここがきついからね。
もうこれが一番もうまあこう絨毯があればこれでうん OK。 でもベストはこれ、ベストはこれね、台の上台を作る。これがベストで、本当にもう一番ベストはこういう台を作ってる大工さん、信用なりますね。この人に当たったらラッキーラッキー。あ、そんなに。そんなに違うと思う。今度家建てる時の参考にします。終わりです。はい。今日のぼやきでした。おやきです。はい、ありがとうございます。